疲れ様です。そしてこんにちは。今日はキャラメルシナモンロール挑戦していこうと思います。では材料こちらですね。今日の目標は生地をふわふわに仕上げたいということで、こちらですね。またかいセリアのマフィン型、いつもそれやないかいセリアのマフィン型使っていきたいと思います。では生地作りですね。マフィン型ね、見た目の仕上がりはもちろん可愛くできるんだけど、やっぱりそれ以上にね柔らかくできる気がするんで、今日もあれ使っていきますね。で、今日はこれですね。キャラメルソースをお家で作れるっていうことでやってみたいと思います。まずは牛乳を温める、温めるためのミルクパンなのに一回コップでレンチンしてきてからまたこれに戻すっていう無駄な工程こうやってね、最初ねこうやってほらお菓子作りする人たちがさ、おしゃれにガスコンロで温めてたりするやん。あれやろうと思ったのにもうガタガタガタってなってねお家のコンロでできずでね、お砂糖溶かしていくんですけど、ヘラでねついついこう触りたいところなんだけど、溶けたお砂糖が固まってきちゃうんだって。だからヘラは使わず鍋を揺らすようにして煮詰めていくっていうことでした。でね、どれぐらいまで煮詰めたらいいかっていうのがわからないよね。で、いろいろ見てたんだけど、決してどのレシピもね何分っていうのは教えてくれず誰もそれは教えてくれずそういう話じゃないみたい。なんかね、焦げるまで、いい塩梅に焦げるまで煮詰めて牛乳を少しずつ入れるっていうことだったんだけど、今入れてみたんだけど、本当はね牛乳が跳ねるので気をつけましょうっていうことだったけど、今全然跳ねへんかったよね。スンってしてたよね。だから多分もう少しお砂糖を硬くなるまで、ちょっと飴っぽくなるまで煮詰めないとダメだったんだと思う。私ちょっとね気負っちゃって怖いからね、焦げたら怖いなと思ってちょっと早めに牛乳入れちゃったんだけど、本当はもっと強気でやらなきゃいけなかったのかなっていうところなんですが、とりあえずねとろみが出るまで12分ぐらいですね煮詰めて、これでよしとしましたね。けどやっぱりちょっとね色がね薄い気がしますよね。ちなみにね冷蔵庫に入れても固まらないということだったんですけど、今生地を丸めてるこの時点でキャラメルソース作ってから多分20分ぐらい経ったと思うんですけど、もう固まってましたね冷蔵庫にも入れてない粗熱を取っている段階でもう固まってましたね。だからなんかやっぱりうまくはいってなかったやろね。ただね味見はまだしてないから、最後にねパンと一緒に食べようと思ってるから、ちょっと楽しみにしとくというところで生地広げ終わりましたねもうこんなとこまで来ちゃいましたけど。でお砂糖をかけていきますね。なんかこういうなんていうの、お砂糖をまんべんなくかけたりさ、今こうやって、巻いたりね、生地伸ばすのもそうなんやけど、やっぱりなんか楽しいよね、こういうのが一番ね。最近はなんだろうか、こねないパンとかね、時短でできるパンとかがやっぱりブームだけど、やっぱりこういうね無駄の極みみたいなねキャラメルソースから作ってさミルクパン何回もな容器に移し替えてアホみたいに無駄なことしてるけどやっぱそういうの楽しいよね。で
可愛い気しますね。で、そうそうそう。でも大きかったかな。なんか爆発するよね、結構ね、このぐるぐる系のパンってね。もうこれに関しちゃ完全に大きかったな。とりあえずできました。かわいいですね。いい。では置いていきます。最後牛乳塗りまして焼いていきますね。今日ね、新しいパンマットデビューさせてみました。赤いやつね。Amazon ブランドで1000円ちょっとぐらいでしたかね。いいよね、新しいの使うのとかね。できましたそして結構大爆発してる？大丈夫？でね、キャラメルソースね、ちょっとチンして塗ってみたんですが、どうですか？結果オーライじゃないねえ。そして切ってきました。ちょっとね、横の方やっぱりね、もうちょっと焼けててくれたら嬉しかったけど、中はでもね、いいね。これはね、ふわふわにできておりますね。ちょっとこの美味しいとこいただきます。めっちゃ美味しいけど練乳の味するねキャラメルにはなってなかったですね。すっごい美味しい練乳の味がしますそうだね、牛乳を入れる前にもっとしっかり焦がさないとダメだったですね。ちょっとやっぱりひよっちゃったというか、焦げるのがやっぱり怖くてね、どうしてもなかなか火を入れづらいんだけど、思ってる倍とは言わんけど、もう怖いなと思ってからプラス2分ぐらいやってみるといいのかなっていう気が今日やってみてねしましたね。あとね、私3温糖でやっちゃったんだけど、お砂糖はねなんか何でもいいっていうことなんだけど、白いお砂糖の方が色の変化がね分かっていいのかなっていう気がしましたね。今日はキャラメルシナモンロール作ってみましたが、いかがだったでしょうか。ここまでご視聴いただいた皆さん、本当に今日もお付き合いありがとうございました。また見てね。バイバーイ。